ただひたすら号泣しながら仕上げたの。できることを当たり前にやるだけじゃなくて、直したいんだよここで。二子玉川美化工房の星名美幸と申します。今日はですね、エルメスのこちらのバーキンのお修理をしていきたいと思います。で、今からやる作業はですね、これご覧の通り今ハンドルの部分の黒ずみとか、ここに金具が当たっていた跡とか、全体的にこう擦れがあったりご愛用によるお傷みが見られているので、これをきれいにしていきたいと思います。これからメインとなる、色補修を行っていきたいと思います。金具を保護していきますね。傷をつけないためでもありますし、色がついてしまうと取れるんですけどね、手間なので、保護の意味でマスキングをしていきます。前処理に入っていきますね。こだわりとしてはやっぱり傷んでいるところをいかに滑らかに仕上げておくか、きれいに整えておくかで仕上がり感が全然変わってくるので、ここは割と丁寧に行いたいところではありますね。前処理が一番大事です。定着させるという意味でもそうですし、発色とか、これから私ハケを乗せていくんですけど、ハケを乗せていく時にも前処理でこのようにサンドペーパーで傷をつけておくとスムーズに滑らかに履けるんですよね。この時も革のコンディションを見極めて、どの程度、サンディングしていくのかを目利きでね、感覚で行ってます。ケリーでよくあるつるんとしてるやつ、あれは本当に難しい。だからすごい慎重にやります。これからいろいろ資材を混ぜていったりするんですよ。独自で作ってるものもあるし、国内のものもあります。はい、もうね、うちの場合はいろいろ混ぜてます。分量は何が何グラムとか何 cc とかね、それを数値で測る人たちいるらしいね。うちはもう職人だからそんなことは必要ない。目と手の方が全然早い。ただほら、色がね苦手な人たちとかもやっぱりいるからね。とはいえね、色を作るとかっていうのが、だからそういう人たちにはすごい画期的なのかもしれない。3ヶ月ぐらいで色作れるようになる人もいれば、もういつまでもやっぱり色作れないって言って1年とかかかっている人もいますよね。反対の色を入れるとね、やっぱ深みが出ますからね。で、テスト的に補色をしていきます。色のチェックですね、まずは。この仕事を始めた時に別の職人さんがいらっしゃってて、私が引き継いだ形になっていったんですけれども、色が作れない時代も当然ながらあるわけですよ。私もこれエルメスのブルージーンっていう色なんですけど、この色が何回やっても作れなくて、今サクサクこうやってますが、当時は全然できなくて朝から晩までずっとこうやって
もうずーっとただひたすら色を作っていました。この見えてる色は退色している色だから、もともとの色ってこっちなわけです。もっと色が濃くて鮮やか。だからそれを作り出すっていうのがなかなかね、ちょっとまあ難しかったんですよ当時。だからうちに働きたいですって、みんなほぼ飛び込みみたいな感じでうちは。まあ彼女なんかだと断ってんのにいやうちもごめんなさい、一回ちょっとごめんなさいって2回断ったよね確か。この人諦めないみたいな、全然引く気ないみたいな、ちょっとこれじゃ納得いかない。そうそうそう、なんとか会ってくださいみたいな感じ。自信があったとかじゃないんですけどね。前職全然違うし、美容師さんだから全然違うんですけど、でもなんか綺麗にしてあげたいっていうところは似てるじゃないですか。だからそういう感性がねきっとあるんだろうなーなんて思いながら。いいですか、いっちゃいますよ、一気にいくよ、いっちゃいますよ。気をつけてるポイントですか？色をつけすぎないこと、バーキンらしさを変えちゃいけないと思ってて、でも汚れは消してあげたい、傷は消してあげたいから、極力最低限の色ののせ方。こういうところはね、面はね当然ながらもうちょっとしっかりと這わせていったりもしますけどね、マチの部分でも、例えばこちらのバッグだと日に当たるところと日に当たらないところとで結構コンディションの差がすごい出てるんですね。傷んでいるところとそうでないところの差をなくすために濃度調整とか刷毛使いを変えている。それで、一つの面を均一になるように調整しているっていう点が気をつけているポイントになると思います。途中で例えばここの部分を仕上げる時には赤を入れるとか黄色を入れるとかグレーを入れるとかっていうふうに足して色の調整をしているので、私の場合はベースとなる色を当然作った後に部位によって色を変えたりしてます。で全体的にそれがわからないとは思うんですけれども、ただハンドルを仕上げる時、別のところを仕上げる時で全部一色ってことはまずなくて、部分部分で仕上げる色は微妙に変えてたりもします。エルメスと書かれているロゴにお色が入らないようにっていうのはもうかなり意識してやってます。私たち何せその刷毛で色を入れていくんですが、エルメスのこれはシルバーですよねの箔押しに色が入らないようには十分注意をしています。一番やっぱりブランドの象徴じゃないですか、エルメスのロゴって。だからそこに私のようなものが手をかけていいんですかっていうことをお客様に一応最終必ず確認をして、それからOK をいただければ、このだいたいこれロゴの文字の跡があるので、その上を這わせて書くっていうこともやるんですけど、極力私としてはエルメスさんのロゴには私は触れない方がいいかなと思って、書くみたいなことはやらないようにしてます。なんかこうブランドを守るじゃないけれども。聞き取り練習とかやるわけお客さんとの接客ロープレとかシミュレーションとかして練習するわけ。そう、聞き取り練習だよね。お客さんと話した内容をそのままにこう仕上がるっていうことが大事だから、そこでやっと技術力が発揮されるってことですよね、きっと。平均納期どのぐらいですか？7ヶ月から8ヶ月。みんなそのぐらいです。で7ヶ月8ヶ月かけてるわけじゃないんですよ当然。直したいんだよここで。
本当ありがたいですよ。ありがたいの、本当にね、もうそれ。その前職を辞めてから何をやったらいいのかっていうのをすごく悩んでた時期が結構あったんですよ。でそれで結構悩んでた時にそのテレビを見て、あ、これだっていうのがあったので、せっかく見つけたのにまずはこう飛び込むこともできないのかというところで、いやこれは行くべきだなと思って行った感じですかね。まあできるかどうかも分からないけど、とりあえずやってみたいっていう気持ちです。嬉しいって思うのはやっぱりお客様に喜んでいただいた時が一番ですかね。もともとエピソードとか結構聞くんですけど、やっぱりお話しされない方も中にはいらっしゃって、ただ引き取りに来た時にそこで実はすごく大事なもので頂き物だったんですけど、もうその方は亡くなってしまって、もう今いないんですって言って涙を流されて喜ばれてる方とかがいたので、なんか思い出しちゃったそういうのとかも、すいません、すごい涙出てきちゃったでも本当ね、もらうんですよ。お客さんと話してても、思いが結構伝わるから、やっぱいろんな、思いをなんか持ってきてくださってるなっていうのは感じます。直接私なんかもこうお客さんと対応することもあれば、対応がなくて品物だけカルテと一緒に私のところに回ってくることとかあるんだけど、そこから読み取れない時ってやっぱあるじゃない。これ受付誰だろう、あちょっと聞いてみようみたいな、なんでこうしたのとか、でそこからやっぱり受け付けた人ってその空気感とお客さんの思いとかもうめちゃくちゃ一緒に受け取ってるから、どう仕上げてほしいかがよくわかる。やっぱりお客さんの話が聞ければ必ず理由がありますからね、お客さんの中で。叶えてあげられなかったことがやっぱりすごい残るわけ。ご主人から連絡があってさ、実は私たちのところに預けている間に亡くなっちゃった人いたじゃん。もうずっと忘れられない、忘れたくもないんだけど、忘れられない。やっぱりどうしても納期がうちの場合はもうね、たくさんのものが今依頼があって待っていただいてるから、通常のね普通の押し売り屋さんより長く預かるわけなんですよ。一人でなんか号泣しながら仕上げたの。こういう修理屋だからこそ乗っかってくるじゃん、この思いがね。だからいろんなストーリーを聞かせてもらえるんだと思う。ね。ただの修理屋じゃないんだよね。クイックな感じじゃないから。そうだね。ただはい直して OK ですって感じじゃないんだよねって。なんか人に話す時とかに難しいよね。修理屋だよとは言わないかも。そうだから職業名がないっていうかさ、すごいね。修理屋に勤めようと思って言ってないですもん。確かに。作業が終わってから2週間経過したんですけれども、2週間経過して、問題がないかどうか確認をさせていただいて、で細かなところのチェックを今からして最終のフィニッシュに入りたいと思います。動かした時に剥離が起きていないかとか、ひびが入っていないかとか、そういうところのチェックですね。で動かすとその定着がよくわかるので、やっぱり最終的にはこう動かして違和感がないかどうかのチェックをしています。ざらつきが残っているとか、動かした時に色が入っていないところを見つけたりとか、どうしてもその染色した直後ではこうまだ革に完全に馴染んでいかないので、最終的にどういう状態になるかっていうのはその時わからないんですね。で時間を経過して色の定着を見た時にその時は分からなかった色が入っていないところとか、そういうところがこう時間が経つと見えてくるので、そういう部分のチェックですね。こう触った時に滑らかな状態じゃないと気持ちが悪いですよね。最終的にはここまでちゃんときっちり触って、
痛いって思うところがないか、皮ってこう傷がついてるところだとなんかこうザラザラしてたりするのでね、そういう触り心地がないかどうかのチェックです。これはちょっとだけ染色をした時にその色が少し移動してこういう穴のところまで埋めちゃったりするんですよね。そこをやっぱりそこが埋まっちゃうとね見た目が変わるので、そこを細かいんですけどね、ちょっと開けて軽くねちゃんと戻しておいてあげないと、本当に些細なあれなんだけど。これは皮膚ですね。自社の開発したクリームです。こんな感じのすごい柔らかくて、このまま手に塗っちゃっても平気なんだけど、香りもいいですよ。ほぼハンドクリームとして。ハンドクリームみたいな。そうで、これを保湿でしっかりと入れてあげて、で特にこう、動くところとか四隅とかね、傷みやすいところにこう入れてあげて、潤いが出て適度なね、ツヤツヤすごいテカらせてしまうようなものではないんです。そういうクリームとして作ってないので、ツヤ出しというよりも美容液みたいな感覚で今私たち最後に皮に栄養を与えてます。でこの状態でいよいよお客様の手元にお返ししていくという流れであとはお客様がこちらの仕上がりで喜んでいただけるかどうかということです。はい。ドキドキしますよね。引き取りにいらっしゃってその場でご覧になっていただいてご満足いただけるかどうかはもうその時にならないとわからないので、みんなドキドキしながらお待ちしてるっていう感じですね。ご自身で質感なども変わりがないか確認していただけたらと思います。先ほど商品を仕上がったものを見せていただいたんですけれども、本当に新品のような仕上がりになること、それはもうインスタグラムを見ていた時にもよく分かっていたので、もうそれはもう本当に期待通りだったので、それで良かったと思います。はい、コロナも明けまして子どもたちももうほぼほぼ成人の年になってまいりましたので、家族で食事に行ったりとか旅行に行ったりっていうことが最近増えてきたので、カジュアルな感じでも持てるようなスタイルで使用してみたいなと思ってます。できることを当たり前にやるだけじゃなくて、お客さんのニーズにきちんと応えるためにもね、カウンセリングをしっかりやらせていただいているのがうちの特徴でもあって、感動してほしいなとも思っちゃいますよね。欲を言えば、修理屋さんが増えることってすごくいいことだと思うの。なんか使い捨てじゃないく直して使う文化っていうものがもっともっと根付いてほしいし、ぜひうちに限らずねどこかお修理に出すとかっていう気持ちになった方はね、しっかりと自分の気持ちとかね、要望とかちゃんとお話しして汲み取ってくれる人、に直してもらった方がいいですよって言いたい一応ですね、この状態で仕上げてみました。で、今回はですね目立った傷がやっぱり正面にあったことと、コーナー部分よくある傷ですよね。この辺りを中心にお仕上げさせていただいて、今回、気をつけたポイントなんですけれども、
皮の凹凸があるので、それを残すように極力ナチュラルに仕上げてあげるってことと、全体的にご愛用されていて、色が退色していたので、元色を復元させてあげてパッと明るくするっていうところに意識をしてお仕上げしています。新品とはまた違った使ってきた風合いっていうのがやっぱりあるので、その風合いは残しつつ、ピカピカに新品のようにピカピカにしてしまわないように注意をして、この革らしさ、バーキンらしさを残しながらやらせていただいてます。で、お客様ともしっかりとカウンセリングさせていただいて、そういうお仕上げを望んでいらっしゃったので、ご希望通りの形で作業をさせていただいてます。ぜひね、この動画を見てご自身のこんな使ってないバッグがあったなとか、こういう風に治るんだったら、直してみようかなとかね。女性にとってお直しって少しハードルが高いかもしれないんですけれども、本当にうち女性のお客様がたくさんいらしてまして、ライフスタイルの中に上手に今皆さん取り入れられてらっしゃるんですね。なのでこの動画を見たことをきっかけに、ぜひメンテナンスにちょっとだけ興味を持っていただいて、ご自宅での例えばご自身でお手入れできることとか、私たちプロにお任せいただけることとか、ご自宅の中でねお困りごととかがもしあれば、二子玉川美化工房の、星野美由紀の方にご連絡をいただいても構いませんし、お尋ねいただけたらと思います。皆さんにぜひお会いできるのを楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。